はい、どうもこんにちは。ゆきです。今日はですね、ボスのボコーダーですね、VO1 っていうのを紹介したいと思います。これですね、ボコーダーっていうと、これはギターベース用ですけど、ギターとかベースとか、キーボードでもいいんですけど、弾いた音程と声、マイクから入れた声を合成して、その声の成分をその音程と合わせるみたいな効果のあるエフェクターです。非常に特徴的な音がするので、とても面白いエフェクターです。あとはね、フォークボックスとかもありますよね。ギターにですね、こうチューブを口からつけて、でそのプルプルモコモコモコとこう音を出したものをギターのエフェクトとして使うっていうトークボックスっていうのがあるんですけど、そういうものもデジタルで簡単にできるようになったのが、このVO1 です。ボリュームを調整するつまみだとか、ブレンドですね。トーンになったりもいじれたり、カラーつまみ。カラーつまみっていうのはこのモードによって効果が変わるんですけど、結構男性の声っぽくなったり、女性の声っぽくなったりっていうのを調整できる感じですね。音色を切り替えられる感じですね。それぞれモードがあって、トークボックスモード、アドバンスドモード、クワイアモードっていうのがあります。それぞれね、とても特徴的なエフェクトが出せるので、面白いですね。筐体ですごく特徴的なのが、見てください、これ。インプット、ギターインとは別に、XLR 端子を出せる、この端子がついてます。マイクから出てるケーブルですね。とかを出せる端子ですね。でここに、マイクからこの端子に挿す。で、ギターはこっちに挿す。という感じで、じゃあ、VO1 を見ていきたいと思います。音を見ていきたいと思います。ギターは ES335、ギターアンプはマーシャルの JCM2000 ですね。で、このセンドリターンっていうのがあるんですけど、ここにはエフェクトループですね。例えばギターのエフェクターボードだったりにつながってですね、ギターの入力に対して、声が、ギターの声と入力が合成されて、これから出ていくので、そのギターの音が歪んでたりすると声がぐちゃぐちゃになっちゃうので、初めにここに入ってですね、で、エフェクター使うんだったら、このセンドリターンに入れて、作るのがいいかなと思います。同様にですね、アンプで歪ましたりもすると、別にいいんですけど、声が歪むことになるので、声というかボコーダーの音が歪むことになるので、その辺は注意して音作りしなくちゃいけないかなっていう印象です。エフェクターとか歪み使うんだったら、センドリターンに入れて混ざり合わないで出すような形が必要かなと思います。では、音を見ていきたいと思います。まずはここですね。今、ヴィンテージになってます。で、カラーとトーンとレベル、ブレンドですね。他のつまみはセンターです。バイパスの音がこんな感じです。こんな感じです。ヴィンテージモードで声を入れます。はいはいはい。こんな感じですね。はい、こんな感じで、音が出ます。結構ね、レベルがシビアなのでちょっと合わせていきたいと思います。こんな感じでいかがでしょうか。あとマイク感度に関しては、後ろに、ここにですね、マイク感度を調整するのがあるんで、ローとハイがあるんで、基本はローで、マイクの感度が弱いと思ったらハイにするみたいな感じです。で、各つまみですが、レベルですね。レベルが全体の音を調整して、で、ブレンドつまみがギターとかベースの効果音のバランスを調整するということです。今、ボリューム全体でかいんで、ちょっと下げ目でいきます。こんな感じです。和音もちゃんとできます。みたいな感じで和音でも使えますという感じです。これちょっとモードを変えていきましょうか。次はアドバンス。ヴィンテージよりも明瞭度を上げた新しいボコーダー効果が得られますということで、もうちょっと音声が、発音がはっきりした感じになるんじゃなかろうかと思います。なんて言ってるかわかりやすい。結構はっきりしたサウンド。結構はっきりした感じですね。ちょっとトーンとかも下げてみます。はい、これでトーンを下げるとこんな感じになります。はい。全部下げちゃうとこんな感じで。はい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 。で、トーンを上げると、結構肺が強い感じになるかなと思います。結構肺が強い感じになりますので、真ん中からちょっと落としぐらいが僕は好きです。
声が、はっきりした感じですね。アドバンストっていうのが結構はっきりした音になる感じでございます。はい。次行きましょう。トークボックス。ホースを口に加えてですね、ボコーダーというかトークボックスっていうのがありましたけど、それをホースを使わないでトークボックスサウンドが得られますということで。トークボックスって感じですね。はい。で、もう一個のモードが、クワイヤーっていうモードですね。クワイヤーっていうモードが何かっていうと、演奏に合わせて自動でボイスが付加されます。だからみんなでなんかコーラスしてるみたいな感じなんですけど、このモードを使う、クワイヤーを使うときはマイクなしでも使えます。なんかね、みんなで合唱してるみたいな、コーラスしてるみたいな。双方とすごい相性がいいみたいですね。結構使えそうです。いい感じで、これだけでも使えそうな感じがします。で、つまみがですね、さっき言ったこのレベルのつまみがあって、これは音量のバランスを決めれますと。ボコーダーの結構入力がシビアなので、単音弾きで音量を合わせてて、で、コードで弾いた時にはめっちゃ音がでかくなるみたいなことがあるんで、この辺のレベルっていうのはきちんと調整して使うのがいいかなと思います。で、カラーっていうのがあるんですけど、カラーはね、そのモードによってそれぞれ効果が違います。ということで、ヴィンテージモードとアドバンスモード。これに関しては、左に回すと男性の声みたいになって、右に回すと、女性のような声になります。ちょっとやってみたいと思います。はい、今は真ん中でやってます。真ん中。ちょうど12時ぐらいです。はい、でこれを、じゃあ一旦左に振り切りましょうか。左に回すと男性のようになると。はい、確かに男性の声みたいになりました。ボーカルエフェクトはですね、ロボットみたいなオクターブ下の音が足されるみたいな感じに聞こえますが。男性の音、男性の声。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7はい。次、右に振り切ります。女性の声になる感じですね。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7こんな感じで、女性っぽい声になります。はい、高い声になります。高い声になります。こんな感じになります。面白いですよね。でこの辺は結構音作りで使えそうです。ぐらいから、はい。どのぐらいの声の感じがいいかっていうのを、どのぐらいの声の感じがいいかっていうのを、いい感じで合わせてもらえばいいかなと思います。いい感じで合わせてもらえばいいかなと思います。で、これが、ヴィンテージと、アドバンスドのカラーの効果ですね。トークボックスの場合は、効果音の歪み量を調整しますということですね。歪み。真ん中からやってみましょう。はい、こんな感じで、ちょっと歪んでるというか、ディストーションかかってる感じ。で、これを一旦左に振り切りましょうか。ちょっとディストーション感がなくなる感じ。って感じですね。これをじゃあ、X にします。出力が結構上がりますので、ご注意を。これはこれでかっこいいですね。声が歪んでる感じになるんで、コードで鳴らすのが、かっこいいかなと思います。こっち上げ切るんだったら、こっちのボリュームを調整して、やらないと、えらい音になるので、注意してください。はい。で、次は、クワイヤーの場合は、付加するボイスのキャラクターを変えますと。聞いてもらったのが真ん中ぐらい。ちょっと回していってみましょう。左に回し切ります。これもなんか低い声というか、なんか男性っぽい感じになる感じですかね。で、右に回し切るとどうなるんでしょうか。いいですね。なるほど。これも音を作りやすいかもしれないですね。初めのヴィンテージとかアドバンスドみたいに男性っぽく女性っぽく、高い音だったり低めの音っていう切り替えのかなと思います。
なんかこの音でもやっぱり結構使えそうですね。やっぱり僕はアドバンスとかヴィンテージのこの音が好きですね。One, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, four. そんな気がしてるの。はい、こんな感じで、面白いことができるエフェクターでした。はい、こんな感じで、いかがでしょうか。結構面白いですよね。変な音出したいギタリストとかには面白いんじゃないかなと思います。実際結構使えそうだなっていうのはあって、正直設定とか音量のバランスっていうのは結構シビア難しいと思うんですけど、でもこのフレーズだけ弾くって決めてもうボリューム設定ちゃんとしておけば全然しっかり使えるかなと思うんで、その使いこなすのにちょっと練習は必要かなと思いますけど、結構面白いと思います。みんな使ってないのもあるんで使ったらです結構面白い、みんなびっくりするんじゃないかなと思います。だからレコーディングとかでも使えるかなと思います。という感じでね、結構遊べるかなと思います。難しいと思ったのがボリュームの音量差、そのボリュームの設定っていうところと、あとは、しっかり使う練習が必要だっていうこと。そのボコーダーに向いてる音とか、その高い音とかだったらやっぱり結構耳が痛かったりするんで、この辺のハイポジションとかこんな感じの、使えなくもないですけど、あとはどういうところで使うのかっていうところをしっかり考えるのがいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい。あともう一個注意。ギタリストが使うことが多いと思うんですけど、これギターの音がここに入力で入るので、音が回ってキーンって張るので、張らなくてもここがこれにアンプの音がこっちに入って嫌な音になるんで、使わないときはちゃんとペダルを踏んで切る。で使うときはしっかり声だけをしっかり入れるように近づいて歌を、近づいて喋るっていうことが結構大事かと思います。これをオンにしたままでこう離れちゃうと、これのアンプの音を拾って良くない音になるので、ちゃんとオンオフは気をつけるようにした方がいいかなと思います。めっちゃふざけてますけどね。はい。はい、という感じでいかがだったでしょうか。という感じでいかがだったでしょうか。結構面白いと思います。みんな周りで使ってる人は多分そんなにいないと思うんで、こういうのを使って他の人と差をつけるのも面白いと思いますし、レコーディングでちょっと変わった音を使いたいっていうので、こういうものを入れてみるっていうので、曲作りのバリエーションが、とても広がるかなと思いました。ということで、本日はボスの超面白いボコーダー VO1 を紹介しました。ぜひ使ってみてください。とっても面白いと思います。はい。ということで本日もありがとうございました。じゃあね。